いやちょっとスイごめんなさい。おい熊さん仕事で問題じゃないだろ。おいちょっと出てこい。出てこいっつってんだから部屋の中に決まってんじゃねえよ。母さんまた。いけ頑張れ浩公平？あ、偽名の。平。取られちゃった。タイムアップ。疲れた。お、イケメンと分泌液混ぜる。エロゲーか。2次元と3次元の物語ってなんか違うんですかね。ほら最近じゃ CG 使って何でも実写化できるけど。まあ根本の精神性は違いますかね。どう？例えば「タイタニック」という映画。そう、タイタニック。ローズは目の前で恋人のジャックが沈んでいくのを見た。劇的な永遠の別れ。彼女はやがて立ち直り、優しくしてくれる相手と結婚して孫までできた。3次元は現実的でしょ。ですが2次元ではありえない。あってはいけないの。どうして？なんで大好きな人を一人で思いながら生きていけないの？ありえない。ジャックも勝手に喜んでくれてるって都合のいい解釈。ないない。物語のヒロインとして絶対あってはいけないの。ね。まむむ。それは裏切りなの。2次元はそんな浅い愛を全否定するのだ。熱いな。それが中二病ってやつか。お、あいつ来た。補欠のな。あキャプテン。白崎健人君。最後のピースか。2人のオートバイの事故、私が原因です。具体的には何を？オートバイに？お前らみたいなお気楽リーマンとは違うの。俺はしがないバイクや具体的な中小の個人事業主だな。キャプテン。だから補欠いっか。あ、紹介する。三島康平です。もしかして黒目の彼氏さんですか？出版社にお勤めとかの。ええ。あなたのお話はリリコさんからも。え？お店で君は酔っていたから覚えてないんだろう。ああ、リリコ。あ、すみません。目が悪いんでガン見する癖が。それってもしかして好き酒ですか？は？父が初期の頃多用してた少女漫画あるあるで。君何言ってるの？クリエイターは物語のヒロインに感情移入からの疑似恋愛する時がある。知らぬ間に余計なこと。突然スイッチが入る。それはあくまでも架空のヒロイン。でも今回は私がヒロイン設定で。物語の中限定だ。でも今目の前に存在する。妄想でもあり現実でもある。もうそう言うな。2次元と3次元の狭間。言うならばあなたは今私を2.5次元のヒロインとして見つめている。勝手に分析。いいじゃないですか。クモンさんだっていつも私の心の中をあれこれと。私は作家として。もしも触れたら。え？私に触れたら3次元リアルになる。あほらほらあ！やめろ！ほら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 やめろ！ヒロインですよ。むむむ。メイ帰るぞ。疲れた。面白い。
バスでよかったのに。じゃあ彼氏冷たくね？先に帰っちゃうなんて。忙しい人だから。順平はバイク、ユーマはサウナ。必然的に俺が送るって話で。サウナ？ああ、水木と揉めてうち出てるって聞いてない？ちょっとだけ。あの夫婦鬱陶しい。なんかあると2人とも俺に電話してくんのよ。水木も相談を？ああ、愚痴もな。前からよったく、そんな暇じゃねえから。さすがキャプテン。補欠のな。事故の後連絡しないですまなかった？ううん。私も親の離婚とか引っ越しとかでバタバタしちゃってたから。一緒だよ多分、俺と黒目は。一緒？順平の代わりに俺が試合に。 OB 全校生徒のお前じゃないため息感。そりゃそうだ、 U18 の雨宮順平の代わりなんて。そんなこと。実際緊張してボールが足につかない。何度も取られて焦ってファール。致命的な PK。 まるで罰ゲームだった。黒目、俺も学校居づらかった。何がキャプテンだ。今日はもう一人スペシャルゲストが登場します。スペシャルゲスト？さすがぴったりの時間。はい。橋爪です。リリコ？リリコって最後とか言ってた子ですか？その子がなんでここに？彼女は頭も勘もいい。私が公文龍炎だと見抜いていたんです。いつ？困惑しましたが、知られたのなら話は早い。別の視点を物語に加えるためご招待しました。別の視点？なんか嘘。ようこそリリコさん。どうぞお座りください。早速ですが例の話をお願いします。はい。例の話って？君と雨宮君の事故にまつわる話です。まつわる話って？スイ、あの事故は私が原因なの。え？原因って？どういうこと？なんかまた不穏な。お茶か。公文さん、どういう？あの日2人が海に行くことをリリコさんは知っていたんです。誘われたこと聞いてたの？学校の屋上、昼休み。ただの海じゃない。そうですね。毎年サッカー部の合宿がある海です。本当の海。やだリリコ、何？大勢いる部員を間引きするんです。今なら炎上するようなしごきの伝統です。きつい練習で耐えられない部員が退部を申し出ます。11人が辞めるというまで続きます。俺やめます。ロークします。
今はもうやってないです。私たちの代で終わりになりました。11人目に白崎君が。でも彼は辞めていない。キャプテンになったのだから。その時俺が辞めます。ユーマが辞めるなら俺もやめち。ほら起きろ。雨宮君、江田君、2人が辞めたら大問題です。それでこのくだらない伝統は終わりになりました。イケメンズやる。メイさせん。本当の海ってクタクタで何も考えられない。カッコつけたり嘘をつく気力もないの。スポコン漫画でいうところの汗と涙が染み込んだ浜辺。彼女らにとって唯一無二の海。ああ、だから本当の海。話を戻しますと、その海に2人が出かけることを彼女は知った。大会前の大事な時期です。普通に考えれば告白めいたことがなされるのは明らかだ。それで邪魔しようと。待って、だからって何よ。オートバイに細工。メカに詳しいの？よせってアホなこと言って場の空気おかしくすんな。まさか。そのまさかです。実行犯は別にいた。誰？白崎くん？正解です。彼の実家はバイク修理をやっている。今は家業を継いで彼自身が。嘘だよ。そんなことありえない。キャプテンがそんなことするはずない。こんな作り話もうやめてください。彼女は魔が差した。目に痛いほど青い時、いつまでも続くはずがない眩しい季節。誰かにせかされるような不安と苛立ちがつきまとう。そして白崎君もまた。水、彼は私たちの着替えを盗撮したの。え？壊れてるからね。いつも水が乗っかって締めてる。じゃないと閉まんないんだもん。あと何がいるんだっけかな。嘘。マジ？人望厚いからキャプテンでしょ。まあね、そういう一見真面目ないい人に限って魔が差すことはあります。つまりそのネタを掴んだ彼女がキャプテンを脅した。仮にそんなことがあったとしても、だからって彼がまさか。だけど問題になったらチームの出場停止もありえるっていうか。女子マネの誰かを取りたかったとか、その子にバレてしまうかもとか。リリコ冗談だよね。公文さんに頼まれた創作だよね。ごめんなさい。嘘だよ。白崎君は脅されたってそんなこと。彼にはもう一つ魔が差す要因があった。え？雨宮、江田の2人だけがスターとしてフィーチャーされる。自分はお情け。
あるいは2人がやりたがらなかっただけのキャプテン、影に隠れ試合にも出られない補欠。一度でいい、ピッチに立ちたい、選手として注目されたい。スイごめんなさい。馬さん、思考とか問題じゃないだろう。おい、ちょっと出てこい。出てこいっつってんだから。部屋の中に決まってんじゃねえよ。訴えるな。カオスがまた。おお、黒目。みんなは雨になるかもってリスケした。雨？実は2人で話が。黒目を驚かせたくって。すげえプレゼンがあるんだ。プレゼン？うん。水臭いじゃん。こういうこともやってるなら教えてくれよ。いや、ただの読モのバイトっていうか。順平にも見せた。あいつもびっくりしてた。いやだ、恥ずかしい。何言ってんだ。透明感つか。素敵じゃん、マジ。カメラマンがいいの。行くかってさ。え？あいつのパスで俺がゴール。蕎麦屋化粧品の新商品、なかなかいいイメージキャラクターが決まらなかった。東大元暮らしってめっちゃ俺ら盛り上がって。何言って。俺が社内まとめて提案書作って黒目を候補に混ぜる。で常務の順平が決定する。まあ一種の出来レースだけど。いや無理だよ。いや無理じゃないさ。黒目さえその気になれば、いやなってくれ。最高じゃん、昔の仲間でそういうプロジェクトって。現実逃避。昼間水木と会ったの。ちゃんと話し合いたいって水木言ってたよ。話すことなんかないよ。それでどうするの？誤解したまま別居とか。誤解？水木も必死なんだと思う。独立して自分のお店出したいから。そりゃ違う男の人に媚び売ったりするのを見たら腹も立つと思うけど、夫婦なんだから信じるって大事な。信じたいさ。なら信じたかったさ。ある日会社に連絡があった。最初誰か分からなかったけど説明されて血が凍ったよ。そのオーナーの奥さんからだった。待ち合わせて封筒見せられた。興信所雇ったって。もろもろそのホテルの密会写真とか。向こうはクソ金持ちだ。慰謝料請求とか言わない。ただ体裁悪いから別れさせてくれって。話し合え。俺が言うのか。バレてんだからやめてくれってか。頭下げて頼むとか忘れて。これからはちゃんと夫婦向き合おうってか。なあ黒目、覚えてるだろ。高校の時お前のママの不倫現場携帯で撮りに行ったよな。ママが浮気。それ離婚になるんじゃない？吐きそう。お前吐きそうって。
俺が代わりに取ってやった。来そうなんだよ今俺だって。助けてくれ。今度は俺を助けてくれ。どっから間違っちまったんだよ。俺はついお前のことがずっと好きだったのに。ずるいよ江田君。公文さん。行ってみたらコートには誰も。ああ、雨が降るからって連絡あったみたい。そうなんだ。お互いうっかりさんですね。公文さん。はい。どうやら愛って永遠じゃないみたいですね。まあそうでしょうね。だけど愛だけが永遠です。二次元ではね。おやすみなさい。もう少しだけ。なあ公文さんは何曜日に生まれたの？旅に出るのは木曜日生まれ。惚れっぽいのは金曜日。土曜日生まれは生きるために一生懸命働くの。日曜日生まれは陽気で楽しい。美しいのは月曜日生まれ。火曜日生まれはどこか優雅ね。水曜日は
ねえ、優しさと引き換えに悲しみがいっぱいなの。